キューバへようこそ。いろいろな疑問、質問、タレコミをいただいておりますので、一つ一つ片付けていきましょう。五十嵐さん、こんばんは。こんばんは。葉巻を吸うためにシガーバーや葉巻を吸えるお店に行きたいので、葉巻を吸うシチュエーションでのルールやマナー的なものを教えてください。お店に自前の葉巻を持ち込んでもいいんですか？持ち込みに関してはね、俺じゃなくお店に聞いてみてください。それ以外もね、お店に聞けばいいと思いますが、お店のルールやマナー以外の葉巻全般について詳しいかはまた別の話なので、そういうのはね、メインチャンネルの五十嵐達也のシガーチャンネルを見ましょう。だいたい解説してます。お店ごとのルール、ハウスルールは、それぞれなのでね、ここではどのお店でも、おそらく共通しているはずの黄金ルールについて、何でもかんでもね、お店の人に聞きまくるのは気遅れすることもあるしね。さて、バーなりシガーバーなりラウンジなり喫茶店なりカフェなりタバコ店なりいろいろなお店がありますが、まず最初にチェックすべきは葉巻の喫煙が OK かです。喫煙 OK がイコール葉巻 OK というわけではないケースもありますね。最近はね、電子タバコのみかなんてお店もありますよね。そこでは紙巻きタバコは NG なわけです。それと同じように葉巻 NG のお店もあるわけです。理由はだいたい葉巻の煙の多さからお店のキャパシティやね、排煙能力とかになるんだろうと思われます。中には単なるイメージで NG にしているところもあると思いますが、お店はお店の人のもの、意見してやろうなんて考えないでください。理由の以下に関わらずお店のルールは絶対です。初めてのお店なら事前にネットで調べるなり電話で確認するなりがおすすめです。来店してからね、吸えないって帰るより全然マシです。お店にとってもね、悶着を起こすより事前に確認を取ってもらえる方がいいに決まってます。葉巻を吸うから偉いなんてことはちっともありません。葉巻を優遇しろなんてもってのほかですので、むしろ周囲に迷惑をかけていないか常に気を配ることが必要です。そうでないなら葉巻を吸う資格はありません。さっきの葉巻の持ち込みについてですが、それもちゃんとお店にね、確認しましょう。葉巻を販売しているお店とかは葉巻持ち込みにはシガーチャージがつくところもあります。まあそうですよね。飲み物持ち込みとかだったらね、チャージ取るっていう風な飲食店は普通にありますのでね、それと同じです。お店では極力灰を灰皿以外の場所に落とさないようにしましょう。テーブルなりカウンターなりフローリングなり絨毯なりお店のものを焦がさないように。灰を落とすのは灰皿だけです。不可抗力で灰を落としてしまったっていうケースもあるでしょう。そういう時はお店の方にね、一言伝えましょう。気がついたらおしぼりとか渡していただけたりするのでね、手元なら灰皿にパパッとね、片付けてしまいましょう。灰をね、長く伸ばすからそうなるんです。慣れないうち、まだわからないうちは葉巻はね、こうやって吸った後、吸う時以外はね、灰皿に置きましょう。葉巻を持ってね、ブンブン振りましてね、灰を落とす無作法をね、働くよりも、つどつど灰皿に吸った後、こういう風に置く方がよっぽどマシです。葉巻は灰が落ちる重さになったら、灰皿に置いた時に勝手に落ちます。テレビでも説明しましたが、葉巻の灰はそうするものなのです。つまり葉巻の灰は正しくは落とすではなく落ちるものです。ちなみに灰皿の葉巻や紙巻きタバコを置くこのくぼみの部分ですね。ここのところはタバコ休めと言います。まかり間違えてもね、床を灰皿代わりにしないこと。ここは日本です。飲食店では基本吸わないこと。そこは食事をするお店で、お客さんたちは食事をしに来ています。喫煙を楽しみに来るタイプのお店ではないわけです。飲食店なら葉巻が吸えるお店に移動してから吸う。マナールール以前に当たり前です。
個室ではね、充実した排煙設備があったり、お店の方が葉巻ウェルカムっていうスタンスならまあいいとは思いますが、場所を選ばずね、のべつ幕なし火をつけるのは単に葉巻をこれ見よがしに見せびらかしたいだけの下品な勘違いが透けて見えます。大人のたしなみには配慮があります。テラス席とかもそうです。案内される前に葉巻が OK か店員さんに確認しましょう。煙のこもらない屋外でも風で席に流れてきます。周囲に迷惑をかけていないか常に気を配るのが紳士です。紳士でなければ葉巻を吸う資格はありません。細かいな、面倒だなと思うならそもそも外で葉巻を吸ってはいけません。ルールやマナーやエチケットは食事の席でも普段の生活でも求められるものです。気配りができないのをね、周りのせいにしてはいけません。自分のせいです。葉巻は目立つもの、注目を浴びるもの、それをどう扱うかが常に注目されていることを忘れないでください。葉巻はその人が葉巻をどう捉えているかによって扱いがダイレクトに出るものです。シガバーなんかで葉巻を選ぶときにこのようにトレイに乗せて出してもらえたりしますけれども、その時勝手に手に取ってベタベタ触ったりしないようにしましょう。必ず手に取るときは一言断りを入れます。バーでカウンターに置かれたボトルを勝手に触ったりしないですよね。勝手に触るのはマナー違反なのですぐにやめてください。例えばエルメスのショップで棚に陳列してあるバッグを勝手に手に取りベタベタ触りますか？灰皿にトントンする人、もみ消す人 NG です。店員さんはねちゃんと見てますよ。そしてそういう葉巻の扱いでどういう人か値踏みされてます。お店にもよりますが、シガーバーも全てがまともなわけではないのが実情です。9割9分のお店はねちゃんとしたお店ですが、昨今では全然違うのに自分に有利になるようにわざと嘘を教える輩もいるので注意が必要です。大したものでもないのにやたらと貴重です、レアですとか持ってきたり、実名はもちろんね匿名アカウントで SNS でフォロワー増やすために適当こいているやつがねたくさんいる時代ですからね。だから間違い情報をね拡散しても何の責任も負わない手合いには注意しましょう。本当に勘違いしているのも中にはあるのでなかなか難しいのもありますね。渋谷区のね某老舗葉巻店で2年ぐらい前に昭和スプリームがね廃盤になるって言われましたけど、いつなるんですかね。堂々とね間違いを伝えてきたり単なる噂を広めたりするお店もありますが、間違いをね教えられたことに気づいたら、自分でそれを拡散しないようにしましょう。恥をかくことになりますからね。さて最後までご覧いただきありがとうございました。こちらで取り上げてほしい疑問や質問はコメント欄や各種 SNS でどうぞ。それではまた。